滝さん、大滝さん。はい。大滝さん流のフライクのセールスの秘訣とかって教えてもらえませんか？マーケコンテンツを作りまくる。お客さんって問い合わせしてくる時点で結構 YouTube の動画とか見てらっしゃるんですか？めっちゃ見てくださってます。大滝さんがやってくれるんですね、みたいな、あたかもファンなような感じで接してもらえるので、こっちただの普通のおっさんですっていう気持ちで打ち合わせしてますよ。お客さんは問い合わせ時点でどうしてフライクを選んでくれてるんですか？いっぱい検索して、もう失敗したくない、また失敗したくないって思ってる人が多いと思いますよ。うちの問い合わせしてくれてる時点で、初めてセールスソース入れますとか、初めてフリー入れますみたいな人はまずいなくて、一回失敗してるんですよね。なので、既存のベンダーさんでちょっと騙されちゃったとか、もう失敗したくないみたいな人たちが多いので、何かしらの理由でフライクのコンテンツにぶち当たって、うちに問い合わせもらってますね。フライクに問い合わせする時点で、フライクならうまくいきそうっていう結構固まってるって感じなんですか？もうフライクじゃないとダメかもって思ってるんじゃないかな。これまでと同じようなシステムの入れ方したら間違えるから、ちゃんとしたパートナー探したいみたいな人たちが多くなってそうな気がしてます。普通ね、お問い合わせが来たとしても他と比較してて迷ってて、じゃあちょっと一旦御社の話聞いてみますけどぐらいの温度感のことが多いですよね、営業って。なんか相密っていうのはほぼほぼなくて、だけどその臨機プロセスの中で相密をしなくちゃいけない時には、うちと他社とも比較することもあるんですけど、あんまり他社になりましたっていうのはなく、他社に決まるような場合にはうちはもう提案しないですね。安かろう早かろうで早くシステム入れたいなっていう時にはうちじゃないですっていうのをちゃんと伝えた上で、僕らは本質的課題解決をするためにこういう風なアプローチですよ、それでも時間かかるしお金もかかるけどやりますかっていうところまで伝えた上で倫理書いてもらうので、あとは経営陣がダメっていう時にはもちろん失注ですけど、あまりないんですね。じゃあちょっと最後にもう一つだけ聞きたいんですけど、お客さんのだからフライクに決めましたっていう理由ってなんか代表的なのありますか？ここまで忖度なく言ってくれる人いませんでしたとか、オタクってセールスソースとかフリーである必要なんですかっていうのを根底からちゃんと考えてくれるパートナーがいなかったっていうところは、よくお客さんに言ってもらうこと多いですね。じゃあちょっとそんな誠実で正直なセールスやってみたいな、フライクでっていう方どうしたらいいですか？業務委託とか副業とかでスタートするの全然ありだと思ってるので、初めから知らない世界に取り込んでフルで働くのってリスクもあると思うので、まずは副業とか業務委託で月に30から40日ぐらい一緒に働いてみて、お互いに馬が合えば一緒に働きたいなと思ってるので、まずは X で DM いただけたらっていうふうに思ってます。ありがとうございます。よくわかりました。